なんかそれっていい社会になってるのかな。コンタクトチャンネルがすべてテイカーしか来ない。こんにちこんにちは。は。今回のテーマは、ギブアンドテイク。ギブアンドテイクっていう有名な本がありますよね。世の中は与える人、ギバーと、それを奪っていく人、テイカー。あともう一つ、受け取ったものに対して、それに対してのみ与える。マッチする人、マッチャーっていうのが、この3タイプの人間に分かれて、で、面白いのが、世の中で一番成功している人はギバーであると。ただし、世の中で一番失敗している人もギバーである。ということです。はい、どうですか？あなたはギバーですか？テイカーですか？ギバーですね。ギバーですね。この質問聞いて俺はテイカーですっていうやつはなかなかいないかなと思いましたね。今年なんて全部ギバーですもん。ほぼ全部ボランティア活動ですし。やっぱり大事なのは、上のギバーか、成功してるギバーか、失敗してるギバーかっていうところだと思うんですけど、なんかこの失敗してるギバーにならないためになんかやってることあるんですか？ないです。でも、ヨガ関係に関しては、私はもう何をやってもこう受け取れるので、自分の人生にプラスになってると思うから、だからそれは報酬が少ないとか、無料でやったから何にもなってないとか、そういうことには全然思ってなくて、ちょっと2つ今ほら会社のプロジェクトに入ってて、それがちょっとこのままいったらただの成功しないギバーになるなっていうので、これは良くないなと思ってはいる。自分は一応ギバーでありたいと思ってるけれども、もう本当に、基本的にみんなにまず与えに行って、で、本当にこの人、奪っていくことしか考えてないな、みたいな人に対してはもう何かやってきたら返してあげる、みたいな、要するにマッチャースタイルになる、みたいな考え方ですかね。そのギブアンドテイクでも、失敗するギバーにならないための秘訣としては、そんな風に書いてあるんですけど、人を選べと。ギバーでありたいんだったら、最初の3回ぐらいギバーで、それで何一つ相手がずっとテイクをしていくような人間だと判断したんだったら、もうその人にはマッチャーに徹しろ。みたいな。基本的、世の中に対しては与えることが、自分自身の幸せにもつながると思うから、基本的にはそういうスタンスでいたいんだけど、やっぱり残念ながら、今の世の中って結構そういう人を搾取してこう生き延びようみたいな人も結構いるわけですよ。詐欺師なんかそうだと思うし、あとはやっぱりコンタクトポイントが最近多いんで、特にネットとかで活動なんかしてたりとか、電話番号公開してたりとか、メールアドレス公開してると、そういう人たちがうようよ寄ってくるんですよ。じゃあその3回ぐらいギバーして何も返ってこない。どこで判断するんですか3回ぐらいギブして。別に3回は別に必ずしも限ってるわけではないし、やっぱり活動によって1回1回が大きかったり小さかったりもするんで、それでもなんとなくわかんないですが、この人は、とか、例えば自分の英会話会なんかやってると、自分がズームのお金払って自分が毎週末で時間を固定してやってる中で、何回に1回寄付してくれる人いるんですね。この辺はもうギブを返してくれる人だと考えていいのかなと思うんですよ。もちろん人によってね、全然頻度とか違うし、額も違うんだけど、それでもそういう姿勢を持っている人は、全然これからもギブしたらギブを返してくれるだろうなと思っている。で、もちろんそれがお金だけじゃないですよ。常にちゃんと予約をして、ちゃんと時間通りその場所にいるっていうのも、割とギバー向きの素質だと思うのね。別にお金だけをギブし返すわけではないので、そこの雰囲気を良くするために貢献してくれるみたいなギブの返し方もあると思うので、一方で、そういうことをやらないにもかかわらず、苦情を言ってきたり、主催者のやり方が良くないって言ってきたり、自分のメールどっかに捨てたから送ってくれとか言ってきたり、やっぱりそういう人は、もうちょっとある程度定価とみなして扱うみたいな感じですかね。やっぱ明確にボーダーがあるわけではないですけど。手間を取らせる人嫌ですよね。クレーマーみたいな人は、クレーマーみたいな人はお客さんが神様として扱われるのは当然みたいに思ってる。でもテイカーでしょうね、やっぱりこれは。そうですね。ギブアンドテイクちょっと難しい。今だから成功するギバーになる今一番の課題ですね。だからやっぱり成功するギバーになるためには、やっぱり常にギブをする相手を
洗練していかなきゃいけないような気がするよね。だってギブをして続けたらさ、やっぱりその対象が多ければ多いほどさ、時間と手間かかるんですよね。まあでもさっき言ったようにギブすることで自分の幸せになるみたいな、まあギブする行為自体が自分の上のリターンになるみたいな考え方は全然引き続きあってもいいと思いますけどね。インスタグラマーとか YouTuber とかに、私コンタクト取ってこの商品ちょっと使ってみませんかみたいなのを PR で、DM で送るんですけど、ほとんどの人たちはもう返事もしてくれない。まあ当然でしょうね。要するにそれはテイカーだとみなされて、テイカーがすり寄ってきたみたいな判断だと思うんですよ。そう。でもまあそれが普通ってことですね。まあね、だから最近はやっぱりコンタクトポイントが増えすぎちゃって、メールアドレス公開してたら、もう毎日そんなメールが来るんですよ。で、そのメールがすごい洗練されてくるわけですよね。名前が入ってて、なんとかさん、最近どうですか。まあ一時期だったらね、担当者が困ってるんだろうな、みたいな感じで返事したかもしれないけども、機械的な文面の中にこのユーザー名はめ込んで多分自動送信してるだけだと思うから、まあこれみんなそうだと思うんだけど、昔はほらさ、家とかあったらさ、訪問者に対してさ、適当にすぐにこうやってさ、玄関開けてあげて招いておしゃべりとかしたのかもしれないけど、訪問販売とか流行ってくるとさ、やっぱりそれがもうめんどくさくなるわけですよ。そうすると今度、門を作って、インターフォン作って、でインターフォンでもう見て判断して、この人はテイカーだって思ったらシャットダウンできるわけでしょ。で、それが今度終わって、今度電話になるわけですよね。でもそれもまたこのセールスが増えてくると、着信電話番号を表示したりとか、留守電とかで回避していくわけです。で、今度その流れがメールに来るわけですね。でもそれも今、影響系のメールで埋め尽くされるので、そうすると今度 Google に迷惑メールのフィルターとかで、大部分がそのゴミ箱に直接入ってくるみたいな話になってくるんですけど、で、今それが Facebook と今度 LINE に来てるわけですよ。なんかそれっていい社会になってるのかな。コンタクトチャンネルが全てテイカーしか来ないみたいな。そうしたらもうほら、最終的には人脈しかなくなるわけじゃない？営業さんたちなんてさ、そんな歩かなくていいよ。顔出さなくていいよ。もう今はもうネットでやれとか言って言われてる時代になったのに、また戻ってくってことですか？そうですね。だから基本的にはやっぱり一つながりじゃなが一番信用できるみたいな話になってくるし、例えば誰かを経由して話せば、この人の顔を立てなければいけないみたいな、やっぱり思いが働いてくるとは思うんだけど、かといって、じゃあそれが昔みたいに足げくその家に訪問するようになるかっていうと、またそれも違うんじゃないですか。今度はオンラインイベントで顔を表すとか、なんかそういう方向には変わってくるような感じするし、ひょっとしたら数年後はメタバースで顔を合わせてちょっと飲んだことがある人なんだよ、みたいな人とかになってくるかもしれないんで。どっちみちその人脈ですかね。そうですね。でもそうするとなんかずっと同じところだなって気もするんですけどね。そう。だからずっと同じことを繰り返してる。繰り返しては戻って、繰り返しては戻って、みたいな感じなので。で、同じそのフィールドの人間関係でしかない気もしますけど。そう、結局ネットがね、広まって、いろんな人とつながりを作れるようになった世の中でいい面があるのに、そこをこう搾取しようとする企業とか、そういう人たちが増えれば増えるほど、なんていうかその便利さを享受できなくて、また逆方向に行ってしまうみたいなことになるので、やっぱりちょっとそろそろこの世の中は、この流れをやめませんかみたいな動きになってくるといいですね。どうしたらいいと思う？搾取するのやめようよっていうのは、もちろんそうなんだけど、詐欺ってる、本当に詐欺っていう人以外でさ、ちょっと善意もあっての、やることがほとんどだと思うのよ。だから自ウィンウ分ィンだよみたいな。自分は例えばビッグデータで自分のこのね、思考性が分かった上で、この人だったら興味を持つかもしれない商品の CM が出てくるっていうのは、自分はこれ別にそんなに悪いことじゃないと思うね。ただ、やっぱり嘘をついて売ろうとする人とかね、実際にはその中身はそんなにいいもんではないのに、売るためだけにそいつを販売しようとする、そういう人たちがいることが問題なのかなと思っていて、なのでやっぱりこの最近のバナーの広告とかね、YouTube のその CM とかって、過剰にアピールするじゃないですか、予算を。例えば、なんとかをする唯一の方法とか。
絶対に見なければ、絶対に見るべきとか、絶対に知っておくべきみたいな。絶対大嫌いだもんね。絶対大嫌い。あとなんだっけ。あとよく自分が嫌いなのは、なんとかはやばい。なんか何も表現していない。だから自分はもうそういうのはもうどんどん晒しちゃっていいと思うね。晒すっていうか、もう本当にそういうものに対して、こういう企業はこういう過剰な広告してましたよ。でもうどんどんそういう人たちそういう過剰なことをやっていく人たちの評判をどんどん下げちゃうという動きを周りがやっていけば、少しずつ企業側も、これはやりすぎてんだな、みたいなことに気づいて、理想の地点に少しずつ収束していくと思うんです。なので自分はなるべく YouTube とかでね、サムネイルでアホみたいなこの過剰やばい系とか、絶対に注意べき、唯一の方とかが、もう、なるべく良くないボタンを押すようにしてる。やっぱり気づいてほしいみんな。ただアンチでやってるわけではなく。昔は思ったらなんでわざわざ自分の時間費やして見たくない動画見てんだって思ったけど、やっぱりそういうこと必要なんだなって思った。世の中を変えていくために。はい。はい。というわけで、皆さんも何か思うところあれば、意見とかご質問お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。じゃあ、どうぞ渡すの渡すのマサトがこう渡して、私が受け取る。はい。